お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけをご用意して、編み物の時間を一緒に楽しみましょう。それでは始めます。ちょっと大きかったかな。術中にはまったというか、持ってる針を全部まとめて保管しておけるヴィンテージ風のに欲しいと思った毛糸じゃんって思って、今日は完成したものをまずはいくつかあるのでご紹介したいのと、あと購入したものが一つあるのでそれもお話ししようかなと思っていて、憧れだった毛糸を購入したのでそのお話なんですけど、憧れつながりでいつかまだ購入してないけどいつか手に入れたい毛糸とかお道具の話をしてみようかなと思っています。よかったら最後までお付き合いください。ということで、とりあえず今日編んでいるものを少しご紹介します。今日はカミラバットさんのフィールドセーターを編んでいます。少し前にインスタグラムで投稿していたので、もしかしたら見てくださっている方もいらっしゃるかもしれないですが、今結構進んで、もうヨークのところは編めて、一稼糸を使い切ったので、新しい稼に入るタイミングで袖を編み始めましたっていう感じになっています。なんか画面で見るとすごい模様がはっきり分かって嬉しいですね。結構実物だと模様がちゃんと出てるかなって気がしてたんですけど、これ糸はこの下にあるのがチャッピーヤーンさんの糸で、今チャッピーヤーンさんでカルをやっているので、ちょうどそれにも参加できるので編み始めました。でこれがチャッピーヤーンさんの糸で、こっちがケイトさんっていうこれも何回かご紹介したかもしれないけど、素材博で買ってきたアルパカ 100% の糸、この2つを引き揃えて編んでるんですけど、なんかどっちも結構くたっとした質感なので、すごいなんていうか、ショールみたいな軽くてちょっと薄手の感じになってきています。これすごい着るのが楽しみですね。軽いですねっていう感じです。で、今日はまずは完成したものをご紹介したいなと思っているんですけど、まず一つ目がこちらです。パウルクレーセーター完成しました。ちょっと着替えてみようかなと思います。はい、着替えてみました。こんな感じです。ちょっと前に完成して水通しも終えてトルソーに着せてたんですけど、袖を通すのは今日が初めてです。ちょっと大きかったかなって感じなんですけど、これ以前の編み替え動画でもすでに詳しくご紹介してるんですけど、アトリエヤーンさんっていう草木染めの毛糸屋さんのキットで編んだ、サイズは M1 のものです。なんか前の動画で M サイズって言ってたんですけど、正確に言うと M1 サイズです。で、これ編むために最初に編んだスワッチのゲージが緩めで、そのままのゲージで編むとM2 から L サイズくらいになりそうな感じのゲージが出て、むしろそっちの方がちょうど良かったので出たゲージのまま編むことにしたんですけど、完成して
ちょっと寸法を測ってみたら、この身幅が62センチっていうことで、身幅だけで言うと XL サイズぐらいになりました。ちょっと手が緩んじゃったのかもしれないけど、大きめの仕上がりになりましたね。ちょっと暑いので脱いじゃいます。はい、脱いじゃいました。もう今の時期は暑くて着てられないですね。今年の冬にいっぱい着ようかなと思っています。で、このパターンはいくつかアレンジをしたところがあるので、それをちょっとご紹介しておこうかなと思うんですけど、まずこのネックですね。ネックラインのところ、これがパターンに別バージョンの半袖パフスリーブアレンジっていうのが載ってるんですね。で、そっちの方のネックがこの形なんですよ。この形がすごい気に入ったので、ネックの部分はこの形状にして、さらに袖口と裾も同じこういう形にしてみました。で、ボディは特にアレンジは加えてないです。で、ちょっと緩めのゲージで出て、そのまま編むと多分袖の長さが長すぎちゃうだろうなと思ったので、この袖の長さはゲージを見ながら段数と、あと減らしていく弦目のピッチを調整して、ちょっと袖はちょうど良くなるように調整しました。こんな感じの仕上がりになりました。結構分厚めのあったかそうな生地感になってます。ずっと編みたかったので完成できて嬉しいです。で、一つ私これはどうしたらいいんだろうって思っていることがあって、もし編んだっていう方はどうしてるか教えてくださったら嬉しいんですけど、このね、このヨークのカラーワークの部分の糸替えの糸端、これ皆さんどうしてるんだろう。私こんな感じで最後の糸端の処理せずに出っ放しなんですよね。いつもだったらこれ全部きれいに処理してるんですけど、この糸結構絡みやすくて、水通しするとこんな感じでビヨーンって飛び出した状態のままでも全然大丈夫そうなので、もういいやと思ってほったらかしにしてるんですけど、皆さんどうされてますか？という感じの一つ目の完成品はパールクレセーターです。はい、そして2つ目ですが、2つ目の完成品がこちらです。靴下です。これカズールっていうパターン名の靴下なんですけど、これも以前の編み替え動画で詳しく紹介しているので、もうご存知の方は2回目のお話になっちゃうかもしれないんですけど、これラベリーで開催されていたミステリーカルのフリーパターンなんですね。で、前の動画では名前をカズルって呼んでたんですけど、どうやら正しくはカズールのようです。このパターンがエンチャンテッド・フォレスト・クロニクルズっていう物語にインスパイアされたデザインっていうことで、そのお話の中に登場するドラゴンをモチーフにしているらしいんですね。で、日本語訳も出されているっていうことで読んでみたいなっていうお話を前にしてたので、図書館で探してみたんですけど、図書館に本がありました。これが日本語訳みたいです。囚われちゃったお姫様。これシリーズものなんですけど、これが第1作目のエンチャンテッド・フォレスト・クロニクルズっていう題名は書かれてないんだけど、これなんですね。で、
日本語訳のこの本だと挿絵がオリジナルとは結構違う可愛らしい感じになっていて、一応ここにドラゴンの絵も描かれてるけど、オリジナルはどんな感じかというと、これですね。これが言語版の方の表紙です。このね、ちょっと似てますよね。モチーフにしたっていうだけあって、ここの模様がドラゴンのお腹のところの模様とちょっと似ている感じですよね。っていうパターンで編んだ靴下です。これはほぼアレンジは加えずにパターン通りに編んでます。サイズは4サイズの展開になっていて、小さい方から2番目のサイズの足回り20センチのサイズで編んでるんですけど、私いつも US05 で60目で編むのが自分の足のサイズにちょうどいいので、いつもそれで編んでるんですけど、このパターンは作り目が64目だったので4目多いので、ちょっと針サイズを1つ下げて US00 で編んでみたんですね。そしたら結構仕上がりが結構タイトな感じになっちゃって、小さめに仕上がっちゃってるんですよね。履けなくはないんですけど、ギュッてなってる。多分この辺のなんか模様とかここら辺とかも交差編みなので、その分ギュッと縮まってるから小さめになっちゃったのかなっていう感じなんですけど、普通にいつもの US05 で良かったのかもしれないですけど、一応完成しました。で、正面から見るとこんな感じ。すごい綺麗な模様です。こんな感じです。これフリーパターンなので、よかったら気になる方は編んでみてください。という感じの完成品の2つ目はカズールという靴下でした。で、3つ目はこちらの巾着袋3種類です。これ東京の渋谷にお店がある編み物スピンさんっていうお店で購入した糸と、その時に一緒にいただいたフリーパターンで編んでいます。一応全部は見せないでおくんですけど、こんな感じのフリーパターンをもらって、これで編んでみました。で、それぞれ余った糸がこんな感じ。まだ結構残っているのもあるので、余り糸でも何か作りたいなと思ってるんですけど、なんかそのフリーパターンがトートバッグと巾着袋が作れるっていう感じで2種類編んでみました。これがトートバッグにして、これとこれは巾着袋にしてみました。で、このレシピがかなり簡略化されたもので、初心者さんだと一人で全部編み切るのは難しいかもなと思いました。編み物スピンさんのお店って半分がカフェスペースになっていて、編み物教室とか、そこで一人で編んだりとかもできるスペースなんですね。なので、もしかしたらこのレシピはお店の人に教わりながらその場で作る想定のパターンなのかなと思いました。なんか編み物スピンさんの可愛い糸ですごく単純っちゃ単純なパターンなんですけど、この糸の可愛さですごい可愛くできてますよね。何入れようかなと思ってます。で、この巾着の紐はキワ製作所さんで紐を買ってきてつけてみました。ちょっとお散歩する時とかにもちょうど良さそう。トートバッグに文庫本とか入れて
外で読書するとかもいいかもしれないですね。はい、ということで完成品は以上です。ということで、ここからは購入したもののお話をしようかなと思うんですけど、日本防具社さんの編み物チャンネルで何回か配信されていたので、ご存知の方も多いと思うんですけど、ケイトさんでヘッジホックファイバーの受注販売を4月いっぱいまでやっていたんですね。で、私もそれで初めてヘッジホックファイバーの糸をいくつか注文しました。で、それが届くのが今年の11月以降っていうことなので、だいぶ先なので、今購入したものが手元にないので、実物を見せてご紹介はできないんですけど、2ヶ月ぐらいやってたかな。2月ぐらいからずっとやっていて、すっごいいろいろカラーが、確か150色ぐらいあったんですかね。すごいいろんな色があって、編み物チャンネルさんの初回の配信の時には、そんなのあるんだ程度で、そこまで購入する気持ちはなかったんですけど、なんかとりあえず買う買わないは別として一度見てみてくださいっていう感じの配信で、じゃあちょっとだけ覗いとくかっていう感じで見てみたら、もう術中にはまったというか、まんまといろいろ欲しくなっちゃって、そっからもうね、ほんと毎日のようにケイトさんの受注販売のページを毎朝チェックして、めちゃめちゃカートが増えていくっていう状態に一時期なりまして、やばいこれはと思って絞らなきゃって思ったので、とりあえずラベリーでヘッジホックファイバーズの糸を使って編むものを少し当たりをつけようと思ったんですよね。それでいろいろパターンを探して、こういうの編みたいなっていうのを絞ってから、それに合う糸を選ぶっていう感じにして、やっとなんか半分ぐらいに減らして、でもそれでもまだ10かせぐらい頼もうとしてたんですよ。これ絶対編みたいなと思ったパターンがあって、それに使う糸2色使うんですけど、その配色を決めきれなくて、なんか4パターンぐらいこういう配色にしようかなっていうのがあって、その全パターンで糸の候補をカートに入れてしまっていたのでそれをせめて1種類に絞ろうと思って、インスタのストーリーでどの配色がいいと思いますかっていう質問をしたんですよね。それでアンケートを取らせてもらったんですよ。こんな感じのアンケートを取らせてもらったんですね。で、この4バージョンの中でどれがいいかっていうのを皆さんに選んでもらって、でそれで一番票が多かった配色に決めさせてもらいました。なのでだいぶ忘れた頃になっちゃうんですけど、注文したものが届いたらその結果も一緒にご紹介したいなと思います。改めてアンケートに答えてくださった方、ありがとうございました。もしよかったら忘れた頃に購入品紹介しますので、どんな配色にしたか確認してくださったらなと思います。はい、ということで次の話題なんですけど、いつか欲しいなと思っていたヘッジホックファイバーの糸を購入して一つ念願が叶ったということで、憧れつながりでまだ
手に入れてないけどいつか欲しいなって思っている編み物の道具とか毛糸の話をしてみようかなと思います。いつか欲しいなって思ってる憧れの道具が3つと毛糸が1つあります。まずは道具のお話からしてみようかなと思うんですけど、1つ目は編み針のケースです。スレッド&メープルっていう海外のメーカーのニードルケースなんですけど、こんな感じの革製のすごい高級感のあるニードルケースのシリーズです。これがいろんなメーカーの付け替え輪針の種類に合わせて何種類も作られていて、自分の持っている針に合わせて針ケースが選べるんですね。でしかもそのニードルケースをまとめておけるバインダー、大きいバインダーみたいなのがあって、持っている針を全部そのバインダーでまとめて保管しておけるっていう感じになっているものなんですね。でその一個一個のニードルケースもちゃんと折りたたんで持ち運べる仕様になっているので、外出先で編み物したいってなった時にそのケース単体外してそれだけで持ち運べるようにもなっているんですね。最近はいろんな糸メーカーさん、確かマデリントッシュとかとコラボしてトッシュオリジナルみたいな色展開のものがあったりとかもしてたかなと思うんですけど、それが1年ぐらい前にそういうものがあるっていう存在を知って、すごいいいな、これ欲しいなってずっと思ってたんですね。確かニットプロのマインドフルっていう付け替え輪針をセットじゃなくて自分の欲しい号数だけ単体でいっぱい買った時があって、その時に当然ケースはついてないので自分でケースを調達して収納したいなって思った時になんかいろいろ探してて見つけたんだと思うんですけど、今ね結構円安で海外の買い物ってめっちゃ高いじゃないですか。なので今のところそんなに現実的に買おうかなみたいな検討はしてないんですけど、でもその1年前からもうすでに高級品な感じのお値段だったのでまあずっと憧れてるんですよね。なのでいつか買う機会があったら欲しいなっていう感じのものです。で、憧れのお道具の2つ目は、これは日本のメーカーの道具なんですけど、クロバーさんが農作っていう企業とコラボしたポルトボヌールっていうなんか高級感のある手芸道具のシリーズがあるんですよ。こういうのなんですけど、こういういくつかねあるんですけど、なんかスズランをモチーフにした手芸道具、ヴィンテージ風の手芸道具のシリーズなんですけど、コラボしてる農作さんっていう企業がお酒が好きな唐藤さんだったら結構知ってる人も多いかなと思うんですけど、錫っていう金属の手記、錫製の手記とかを製造している鋳物メーカーさんなんですね。そのメーカーさんとクロバーさんとがコラボした
ラグジュアリーな雰囲気の手芸道具のシリーズなんですけど、それがすごいいいなと前から思ってまして、私もともと農作さんが好きなんですよ。農作さんを知ったのは鈴製の酒器がきっかけなんですけど、日本酒って鈴製のおちょこで飲むとすっごい美味しいんですよ。なので私自分でその農作さんのものは持ってないけど、自分で鈴製の酒器を作るワークショップみたいなのに参加して1個鈴製のおちょこを持ってたりするんですけど、いつか農作さんのチロリっていう日本酒をお燗で飲むとっくりみたいなやつ欲しいなって思っていたりして、それで農作さんのことは知ってたんですよ。なのでそんなコラボしたものがあるんだって思って、ポルトボヌールのシリーズもねすごい興味が湧いていろいろ調べてみたりとかしてたんですけど、その中でも私が欲しいなって思っているのがこのレース糸のヤーンホルダーなんですね。これススでできていて、ススっていう金属ってすごい柔らかいんですよ。曲げ伸ばしができる金属で、結構他の金属と比べて曲げたり伸ばしたりとかしても金属疲労を起こしにくいのかなっていう感じの特性を持っていて、このヤーンホルダーもこの引っ掛けているところを伸ばして開けて糸を入れて包み込むみたいな感じのアイテムで、すごい農作さんとのコラボが生かされてるなと思って、あと見た目もすごい可愛くて、あんまりレース糸使うことないけど欲しいなと思っているものです。2つ目がそれです。で3つ目は、これは編み物というか紬のアイテムなんですけど、ハンセンクラフツさんの電動スピナー、これですね。なかなかの高級品なんですけど、37万7千円、約38万ほどするものなんですけど、電動の糸紡機ですね。これすごい憧れているというか、まだ私には分不相応なものだなと思って見るだけなんですけど、糸紡ぎも結構興味があって、糸紡ぎのイベントに行ったり、ファイバーを買ったりとかねしてるんですけど、なかなかやっぱ編み物が優先になっちゃって、紡ぎはなかなかやってる時間が少ないので、もうちょっと本格的に頻繁にやるようになったらこういう電動スピナーとか欲しいなーっていう感じで眺めている商品です。なんか電動スピナーといえばハンセンクラフツの他にもアシュフォードのものもあったりして、アシュフォードのだともう少し買いやすい金額なのでそっちもいいかなとか思ってるんですけど、ちょっといかんせんまだ紬に関して知識が不足しているので、どういう違いがあるのかがよく分かんなくて、それもあってまだ現実的に買おうかなとはなってないんですけど、いつか欲しい道具ですね。で、最後は1個憧れの毛糸があるんですよ。それがワンダリングフロックっていう毛糸屋さんのサンセットインブルックリンっていう、もう
特定の色がずっと憧れてるものがあるんですよね。こういう色味の糸です。この色がサンセット・イン・ブルックリンです。ワンダリングフロックの糸はアミリスさんでも取り扱いがあるので、海外の毛糸が好きな方はよくご存知のメーカーだと思うんですけど、私はこのメーカーのサンセット・イン・ブルックリンっていう糸のベースは何でもよくてとにかくその色の糸がいつか欲しいなって思っていて、なんでかっていうと、この色を知ったきっかけがワンダリングフロックのインスタグラムのハイライトで、ちょっと今もう一度見ようかなと思ったらもうなくなってたんですけど、ハイライトでサンセット・イン・ブルックリンの色味のインスピレーションとなった染めのアトリエから見える海辺の夕暮れの風景の写真が投稿されていて、それを見たのがきっかけなんですけど、なんかその写真が自分で前に撮った近所の海岸の夕暮れの写真とすっごい似ていて、その写真、私が撮った写真を見せようかなと思うんですけど、ちょっと見つけられなかったのでここに載せますね。この写真なんですけど、これがすっごい似ていて、最初見た時にあれこれ私の写真って思ったぐらい似てたんですね。で、さらに私はその写真撮った時にツイッターでこういう色の毛糸欲しいなーってつぶやいてもいて、なので本当まさに欲しいと思った毛糸じゃんって思って、ずっといつか欲しいなと思ってるんですよ。これはまあ他の道具に比べたら現実的に買える値段なので、この1年以内ぐらいの間に買えたらいいなっていうくらいには思ってます。私がいつか欲しいなって思ってる憧れの道具や毛糸はそんな感じですかね。ということで今日はこの辺で終わりにしようと思います。最後までご覧くださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。